こんにちは、花岡博士のバイオリンスクールです。今回は今ものすごいスピードで変化をしているこの時代に、子どもの時にこそ博士号を取得した先生と一緒に学ぶ意味があるというお話、そしてもう一つ、バイオリン以外の一見関係なさそうな分野が音楽を学ぶ上でレベルアップをする時に必ず必要になってくるということについて、私が常々考えていることをお話ししたいと思います。ちなみに花岡博士のバイオリンスクールという名前には、博士号取得者として生涯勉強を続けながら自分を高めていき、さらにそれを必要としている人に還元していきたいという願いが込められています。なのでこの動画を通して音楽を学ぶっていうのはこういう意味なんだというイメージを持っていただけると嬉しいです。まず当教室でのレッスンの目的は、バイオリンで音楽ができるようになるということです。この音楽という言葉がどれほど深い意味を持っているかご存知でしょうか。音楽をするとはどういうことなのか、これを知らずにバイオリンを弾くのはとても危険なことです。バイオリンで無機質な音を並べることを音楽とは言いませんよね。私も小さい頃はバイオリンを弾くことしか知りませんでしたが、高校生や大学生になってバイオリンを弾くことと音楽をすることは全く別のことなんだということを習いました。先生に音楽じゃない、何もないと言われて、自分では音楽的に弾いているつもりだったので、言われていることの意味がわからなかったんですが、先生が弾いてみせてくれた時に、ああ、これを音楽というのかと理解しました。自分の思っている音楽というもののイメージと先生の言う音楽には大きな違いがあったんです。たとえどんなにバイオリンが上手くても、音楽をしていなければそこには何もないんです。ここでいう音楽というのは、楽譜に書いてある音をただなぞるだけではなくて、そこに出てくる和声とか音形の意味、どんな国でどんな時代にどんな文脈で作曲されたのか、その音楽のスタイルの背景にある文化、それらの全ての意味を知って出された音、その一音をとってももう芸術と言えるような音のことです。ではそういう音楽ができるようになるために必要なことは何か。それは音楽をするための奏法、そして知識です。音楽をするための音を出す技術と機械的に音を出す技術は基礎の段階から根本的に違うので、音楽的なことはまずバイオリンを弾けるようになってからにしようと後回しにしていると、意味のない音を並べる悪いテクニックを身につけることに時間を費やすことになりかねません。しかも悪い癖が身についてしまった後でそれを取り除いて、また一から弾き方を直すというのはそう簡単にできることではないので、大変な遠回りをすることになってしまいます。そういうわけで初期の段階から音楽と双方を同時に学ぶことによって、目指す音楽を見据えてそのための技術の習得に励む必要があるんです。幼児から学生の生徒さんに対する当教室の教育理念は、本場の音楽、そして大学の教育を早期からというものです。私たち日本人が何の教養もなしに本場西洋の音楽を理解して感じることはとても難しいんです。そのためには実技のレッスンと同時に、その長い歴史や音楽を取り巻いてきたさまざまな文化、そして学問としての音楽などたくさんのことを学ぶ必要があります。ここでいう大学の教育とは、このように歴史的な深さである縦の軸と分野の広さである横の軸の両方を縦横無尽に根を張り巡らせながら学んでいくというようなイメージです。このような学び方を分野横断的な学びなどと言います。といってもそう難しく考えることはありません。実際のレッスンでは机の上の勉強にとどまらず、音や映像、そして体を使ったアプローチで感覚を養ったり、自分の取り組む音楽についていろいろな方向から考える習慣、そして何事にも疑問を抱いて探求する心を持って一歩一歩一緒に学んでいきます。ここでバイオリンを弾くときに必要になってくる他の分野の具体例について考えてみたいと思います。
実は当教室のホームページにも載せているんですが、パッと思いつくだけでもこんなにたくさんの分野があるんです。驚きますよね。想像がつきにくいものもあると思うので、この中から例えば語学や声楽などがバイオリンになぜ必要なのかということを例にとって説明してみますね。まず、音楽の歴史は歌から始まったということをご存知でしょうか。昔の考え方では歌詞を持った声楽が完全な音楽で、器楽は歌詞の欠けた不完全な音楽とされていたそうです。そしてバイオリンなど全ての楽器はその歌をモデルとして声楽と同じ内容を目指すところから始まって発展してきました。ですから声楽家でなくても語学を学ぶ必要があるといったのは、全ての西洋音楽の解釈のもとには実は言語の構造があるからなんです。では西洋の言語には日本語と比べてどんな違いがあるでしょうか。アクセントでいうと、日本語にはない強弱によるアクセントや母音の長さの長短によるアクセントがあります。どんな感じか、日本語になっているドイツ語を元のドイツ語と比べてみましょう。例えばアルバイトやレントゲンの元のドイツ語はアルバイト、レントゲンです。このように日本語では全ての音の長さが均等なんです。普段誰もが違和感を感じずにアルバイトと言っていますよね。それと同じでバイオリンを演奏する時も同じ音階の音符を均等に弾いてしまうことに何の疑いも持っていない人が多いんです。どういうことか実際に弾いてみましょう。例えば同じ四分音符が2つ並んでいる時に日本語を話すように均等に弾いてしまうと、同じ強さ同じ長さになりますが、ドイツ語を話すように弾くと1つ目の四分音符は長く強く、2つ目の四分音符は短く弱くなります。シュラーがかかっていたら1つ目の音を重く、後ろの音を軽く弾くというように習ったことがある方も多いと思いますが、その習慣の背景にはこのような西洋の言葉があったんです。シュラーがついていなくても強拍を強く重く、弱拍や裏拍を短く軽く弾く習慣がありますよね。この感じ方は舞踏に由来するものでもありますが、元をたどるとやはりそのルーツは言語にあると思います。それから8分音符の連なりを弾く時も何も知らず楽譜を見た通りに弾くと、日本語を話すように全ての音が均等になりますが、音の役割によってこんな風に弾き分けることがあります。音楽の作りが立体的に浮き上がって見えてきましたよね。さらに日本語は全ての言葉が母音で終わるので、子音の多いドイツ語を発音した時に生まれるような弾みがないんです。例えばマスのドイツ語の歌詞は In einem Bächlein helle、 この歌詞を模倣してバイオリンで弾くと、こんな感じになりますが、これを日本語の歌詞で歌ってみます。清き流れを、バイオリンで弾いてみますね。音のスピード感や響きの形、アーティキュレーションが平らになってしまうのがわかるでしょうか。それから日本語には冠詞や前置詞がなくて名詞が最初に来るので、アウフタクトの曲も1拍目から始まるように聞こえてしまうんです。ちょっとドイツ語と日本語の両方の歌詞で歌われる曲を比べてみましょう。例えばもみの木は日本語で歌うともみの木なので、名詞の初めの音が1拍目に聞こえますが、本当はおたねば、おは呼びかけで、たんが
名詞の始めの音なので、アウフタクトから始まって1拍目に向かうように聞こえます。実際この曲はアウフタクトから始まる曲ですが、私も日本語の歌詞しか知らなかった頃、楽譜を見るまでは1拍目から始まる曲だと思っていました。バイオリンで日本語の歌詞とドイツ語の歌詞を弾き分けるとこんな感じになります。まず日本語の歌詞のように弾いてみますね。バイオリンを弾くときはアウフタクトをアップで弾いて1拍目をダウンで弾くことが多いので、日本語ではもみの木のもが1拍目に聞こえるのでダウンから始めます。次にドイツ語の歌詞のように弾いてみます。ドイツ語ではオーがアウフタクトでターンが1拍目に聞こえるのでアップから始めます。ドイツ語では O のアフタクトが次の拍に向かってターンの方に重さがかかっているのが分かりましたでしょうか。日本語の歌詞の感覚で弾くと上がる拍と下がる拍が逆になって間違った感じ方になってしまうんです。こんな感じで声楽家が和訳の歌詞で歌うときは言葉の方に音楽を合わせることもやむを得ないんですが、歌詞のないバイオリンの曲を弾くときは器楽曲であろうと声楽曲であろうとそれが作曲された国の言語で音楽を読みます。あえて音楽を読むと言ったのは、特にバロック古典派の音楽では喋るように弾くと言われることがよくあるからです。楽典は英語でミュージカルグラマーというくらいですから、文章を話す時と同じように音楽にも句読点があって文節があるんです。文節っていうのは意味の通じる最小単位の言葉のことですね。例えば歌詞のないバイオリンの曲を弾く時にはみたいに、音楽もそういう区切りを考えて弾くんですが、言葉の作りを分かっていないとか、しのな、いのバイオ、りんのという感じで変なところで区切ってしまうことがよくあるんです。西洋の人が聞いたらとても不自然なことを気づかずにやってしまっているんですね。特に音楽の喋り方を学ぶ前は小節線のところで音楽の文節を区切ってしまう人が本当に多いです。なぜかというと、西洋の言語を母国語とする人たちはアウフタクトと1拍目の関係性を言葉としてすぐに理解できるのに対して、アウフタクトがない言葉を話している私たち日本人はアウフタクトをただ小節線の前に飛び出ているものとして見ることしかできないからです。ではアウフタクトから始まる西洋の音楽はどこで区切れるでしょうか。歌詞を見るとこの場合はカンマがあるので分かりやすいですが、アウフタクトの前が文節の切れ目ですね。もし小節線で区切ってしまうと、これは間違いになります。アウフタクトの前でフレージングをすると、これが正しいフレージングです。アウフタクトの言葉というのは次の1拍目の言葉とセットになっているので、決して切り離すことはできません。アウフタクトは日本語に直訳すると上がる拍という意味ですが、冠詞や前置詞、副詞のような補助的な言葉が当てられていて、それが次の小節の1拍目下がる拍に来る名詞や動詞にかかっています。西洋の言葉では名詞や動詞を強く読むので、アウフタクトが1拍目に向かうという動きは言葉に馴染んでいればとても自然に感じられるんです。この作りを分かっていると、小節線の前の音が線をまたいで1拍目に向かうという音の方向性、そして西洋音楽の文節の切れ目は小節線と一致しないということがよく理解できると思います。では小節線が文節の区切りだと思っているとどんな演奏になってしまうでしょうか。例えば小節線をまたいで1拍目で終わる音楽なのに、1拍目を初めの音だと思い込んで語尾を強く弾いてしまったり、本来あるはずの呼吸の隙間を無視してつなげてしまうということがよくあります。これは小節線で区切れると思っていることによる典型的な弊害です。日本語を話す時も語尾を強くすると美しくない、品がない、
洗練されていないというような印象を受けますよね。なので音楽の言葉の切れ目を理解していることがその音楽を喋るためには欠かせないのです。その国の音楽はその国の言葉を持って初めて解釈ができるんです。西洋の言葉を学ぶことがフレージングや拍感、アーティキュレーションなど日本人がもともと備えていない感覚を身につけることにつながります。このように音楽以外の分野を学ぶか学ばないかで表現の仕方が大きく変わってくるということがお伝えできたら嬉しいです。私の学んだ東邦学園では大学で教えている先生が高校生にも大学と同じ内容の授業をしていました。それぞれの分野を極めた情熱のある先生たちが集まっていて、私もその環境の中で夢中になって勉強したことを思い出します。でもこんなに心から熱中してしまうような授業に出会ったのは高校生になってからだったので、こんな授業を小さい頃から受けられていたらどんなに楽しかっただろうと思ったことが子どもたちに大学の授業を届けたいと思ったきっかけです。今までいろいろ私の考えをお話ししてきましたが、では実際にレッスンの中ではどんなことをするのかというと、例えば子どもの弾く曲には舞曲がよく出てきますが、そんな時にはバロックダンスなど当時踊られていたステップを一緒に踏んで伸び上がる動きやジャンプの感じを体験します。さらにオーケストラや歌曲がバイオリンに編曲されている曲などは元の歌や演奏を聴いて本物に触れる機会を作ります。バロックの曲であれば古楽器で演奏されたものを選びますし、オペラやバレエ、ダンスの曲であればその動きも見てもらいます。それから簡単な指揮をしたりすることは幼児の生徒さんでもできるので、私がそれに合わせてバイオリンを弾いて一緒に拍感を養ったり、弓のアップダウンの必然性を知ることもできるんです。またどういう音程や音形、そして調整などが何を表すかという学問を音楽習字学と言いますが、昔は演奏する人はもちろん聴衆でさえも特定の音が表す意味を教養として知っていました。そういうものもどんどん子どもの時から教えていきます。そして今どんな和声が鳴っているかということもピアノを鳴らしながら問いかけて、こんなシールを使ったりして自分で音の表情を考える習慣を身につけます。さらに和声による音の方向性などは歩きながら弾くことで体の感覚として身につけることもできます。時には地図を広げたり映像を見たりしてその曲の生まれた国の場所や気候、文化や歴史を知ることで音楽のスタイルの理解に役立てたりもします。多くのバイオリン教室では音楽高校や音楽大学に入る前は特にバイオリンを弾くことに重点が置かれがちですが、子どもの頃から関連する他の分野を実技と同時に学んでいくことは興味を広げるためにも理解を深めるためにも必要なことだと思います。本物を知らない、本質を知らないがために嫌いになってしまうということは他の学問でもよくあることですよね。深い学びによってさまざまな知的興奮を体験したり、衝撃が走るような感動に出会うこと、勉強するって面白いなと思ってもらうことが子どもの探求心を引き出して可能性を広げることにつながるとても大切なことだと思います。そのためにも興味を持って追求する姿勢や生涯勉強を続けていく生き方、その精神や知的情熱を生徒に伝染させることは先生の役割の一つでもあると思っています。さらに分野横断的に結びつけて考える習慣は自ら新しい切り口を発見する力にもつながっていきます。なので音楽大学の授業内容を子どもに教えるなんてまだ早いということは全くなくて、伝え方を分かりやすく子どもに合わせるだけで十分子どもは音楽大学で勉強するような内容を理解できるんです。最近とても興味深い取り組みを発見したんですが、普通小学校の教員というのは大学の学部卒業の先生が多いですよね。でも2008年から理数系の分野では教員免許を持っていなくても小中高校で博士号取得者を採用するという事業が文部科学省によって行われています。その目的は
最新の高度な知識や技術を持った博士がそれを生徒や教員に伝えることによって意欲や興味をかきたてて子どもの夢を育むこと、さらに教員の授業改善に役立てることなのだそうです。この考え方はとても素晴らしいですよね。普通博士号を取得した人は大学や大学院の教育に携わることが多いですが、私は理数系分野だけじゃなくて芸術に関してもむしろ幼児や小学生こそ博士と学ぶ意味があると思っています。なぜなら大学や大学院で教鞭をとっているのは博士号を持った先生やそれに準ずる能力や功績を持った先生です。つまり博士の先生には大学で行われている教育と同じ視点に立った音楽へのアプローチが子どもにできるというメリットがあるということですね。初めから大学の授業のように歴史的な見方や他の分野と合わせて考えるというような多角的で大きな見方を持って学問に向き合うことによって学ぶことや何かを極めることに対するイメージ、その視野の広さを幼少期から身につけていくことが大切なんだと思います。今変化していく時代を生き抜くために必要な力が2つあります。まず1つ目は批判的思考力です。当然と思われていることや過去の成果を疑ってみることはもちろんですが、批判といっても悪いことだけを意味する言葉ではないんです。学問的には良いところを見極めて評価することも批判と言います。そして2つ目は自ら新しいものを生み出す能力です。しかしどんな分野においても今まで積み重ねられてきた歴史を学んでいなければ価値ある想像はできないと思います。新しいものを生み出す時にこそこれまで先人たちによって積み上げられてきたものを知る必要があるんです。例えば音楽でいうと作曲家の方がおっしゃっていたんですが、現代音楽を聴いた時にも過去の作品を勉強した人が書いたのかしていない人が書いたのかは一目でわかるそうです。過去の歴史を学ばないとそれを守ることも壊すこともできないんですね。この2つの力は実は博士の特徴的な能力だと言われているんです。というのも博士論文というのは学士論文や修士論文と違ってまだ誰も気づいてない課題を見つけ出して新しい成果を生むという独自のものでなくてはならないからです。そのような論文の執筆を経て学位を取得した暁には過去の成果に批判を加えた上で常識や物の見方を改めて問い直してそこからまだ世の中にない新しい考えや価値を生み出すという思考の習慣が培われているということです。これまでに出てきた博士の先生の特徴であるさまざまな分野からのアプローチ、批判的思考力、新しいものを生み出す力、これらを一連のプロセスとしておさらいしてみましょう。1、何かに取り組む時には関連するあらゆる分野の過去の成果を調査するところから始める。2、良いところは取り入れ、悪いところは当然と思われているものであっても疑ってみる。3、自分の取り組みと1と2を結びつけて考えながら新しい切り口を見つけてその先に自分なりの価値を生み出すという思考回路です。博士の先生と一緒に学ぶことによってこの流れが子どもにとって当たり前のものになっていきます。子どもの音楽のレッスンでは技術の伝授だけではなくてこのような思考の習慣を身につけること自体に大きな意義があると思っています。それこそが将来子どもがどんな道を選んだとしてもこれから社会で求められる新たに創造する力や自ら切り開く力として役に立つ本質的かつ普遍的な教育です。子どもの頃からその精神で教育を受けてなければ大人になってから急に求められても対応するのは難しいですよね。今 AI が発達していく世の中で今まで人間がしていた仕事を人工知能が行うようになってきています。そして大学では逆に人間でなければできない仕事に必要な能力を身につけることを目的とした教育に変わろうとしています。日本の高校までの教育の多くはこれまで受験という目標を重要視した価値観で行われていましたが、今年2021年からセンター入試が大学入学共通テストに変わるという
大きな転換がありましたよね。実際にどのような内容に変わったのかというと、単に知識や記憶力を問う問題から思考力とか判断力とか表現力を問うような暗記だけでは答えられない問題になりました。必要に応じて考えなくてはいけなかったり、答えが一つではないような問題に変わったということです。近年大学の世界ランキングが高くない日本ですが、この変更は時代に適応できる大人を育てるためにアメリカをはじめとした最先端の教育に近づこうとする動きで、これは本当に素晴らしいことだと思います。日本も今回の入試スタイルの切り替わりによって今後ますます教育に対する価値観の変化が起こってくることが期待できますが、しかし現状海外に比べてアンチアカデミズムという傾向にあることは否めません。つまり伝統的な知識や学問に対する嫌悪感や不信感を持っている人の割合が多いということです。この状況は受験のための勉強が本来あるべき文化としての学問というものに対する理解の浅さを日本人にもたらしたために起こってしまったことだと思います。ちなみにアメリカの入試制度では学力以外の面も重要視されていて、例えば課外活動での経験や人間としてどのように面白みのある成長をしてきた生徒なのか、その大学でどのような貢献をしそうなのか、大学の文化にはフィットするのか、そのようなことも含めて合否が判断されるそうです。この受験をめぐる日本の傾向は音楽教育にも当てはまります。日本では文化としての音楽、学問としての音楽があまり浸透していない印象を受けますが、これを軽視した教育では音楽というものがどんどん本質的なものから離れていってしまいます。そんな状況を免れるためにも、楽器を弾くこと以外の勉強を子どもの頃からすることを強く推進したいんです。今回国を挙げて大学受験を見直したのですから、音楽の世界でも今後求められる教育が変わってくることを期待しています。花岡博士のバイオリンスクールでは、大学の教育内容と本場の音楽を子どもの頃から学べる教室、さまざまな分野からの多角的なアプローチを大切にして、学問的文化的な裏付けとともに音楽の本質を伝えていくことのできる教室を目指しています。余談ですが、最近読んだ文献によると、これまでお話ししたような当教室の考え方は、なんと全米トップ校のスタンフォードオンラインハイスクールでも実践されていたんです。私の目指していた教育が世界のトップレベルの教育と同じ方向性だったことを知って、ますますこの理念を広めたいという気持ちになったことが、この動画を出そうと思ったきっかけです。学問が研究者のためのものではなく、より一般的に実践的な形で広く開かれ親しまれるように、その一端を担うことができたらと願っています。